はい、皆さんこんにちは、モノルです。今回は TGS2025 で、アンドゲーマーさんのブースに行ってきてですね、ボイドジェネシスを触ってきました。私有台もあったので、じっくりとね、私有したり、設定ソフトの方も見たりしてきたので、そちらを見ていきたいと思います。現状発売日はね、最短で11月中、最悪でもね、年内には確実に出せるだろうということですね。予約の方は一旦締め切りしてたんですが、10月12日まで限定で予約再開されているので、ぜひね、概要欄の方からチェックしてみてください。はい、でこちらボイドジェネシスですね、じっくり見ていきたいと思うんですが、左側に低い方のスティックですね、右側が高いスティックになってるんですけど、これはもちろん外してですね、交換するっていうことができるようになってます。こうやってね、下側から見るとですね、結構このコントローラー本体薄いかなっていうふうに思いますね。実際かなり薄めの持ち心地でですね、これが結構黒持ちした時にですね、ABXY ボタンを押しやすくなってていいかなっていうふうに思いました。相当黒持ちをね、意識して開発されてるのかなっていうね、感じがした形状でしたね。はい。で、背面は2ボタンこのように配置されていて、この配置も完璧かなって思います。この大きさもね、大きめで私は好みでしたね。で、こちらアナログトリガーなんですが、今のがアナログトリガーモードですね。ややストローク短めかなっていうところでね、このあたりどうなるかなっていうところ、ちょっと気になるところです。レーシングゲームで使った時ですね、主に。で、こちらトリガーストップオンなんですが、このストローク相当短いと思います。これもね、かなりこだわって作られてるんじゃないかなと思います。バッチリマイクロス1ボタンに変わるトリガーストップで、押し心地も柔らかくてですね、相当素早くですね、エイムとか射撃とかしていけるんじゃないかなって思います。FPS ゲームには完璧かなっていうふうに思いますね。はい。で、十字キーなんですが、はい、こんなような、押した時の音がします。タクトスイッチかなというふうには思うんですが、もしかしたらマイクロスイッチかもしれないですね。で、この十字キーと ABXY ボタン周りですね、めちゃめちゃ押し心地が改善されてました。2ヶ月前と比べてですね、びっくりするほど改良されていてですね、しかもですね、この ABXY ボタンのストロークを見てほしいんですが、はい、相当短いストロークです。これはね、相当連打もしやすいんじゃないかなっていうんで、これは格ゲーいけるんじゃないかなってね、思いました。で、はい、これね、こっそりちょっとスティック外してですね、外せますよというところを見せてるところなんですが、こんな感じでね、スティック交換することっていうのができるようになってます。はい。で、実際にこういう風にですね、まあ何もいじらずにですね、そのまま、射撃訓練場でちょっと撃ってみました。感覚的にはやっぱり TMR スティック採用ということで、TMR スティックのね、ちょっとした癖っていうんですかね、中立付近若干低感度みたいなところっていうのは感じたんですが、そのあたりですね、まあデフォルトでもね、ちょっとやれば慣れるかなっていうくらいの軽めのですね、低感度さかなって思いました。まあこのあたりですね、発売されたら私の方でじっくりとね、相当完璧なリニア化っていうのをやってあげたいなっていうふうには思ったところでしたね。で、今これですね、見ていただくと分かる通りですね、黒持ちで、操作しています。黒持ち非常にやりやすかったですね。私、手ちっちゃめっていうことなんですけど、それでもね、黒持ちして、Y ボタン、三角ボタンと四角ボタン、X ボタンですね。こちら、全く無理なくね、押せるような感じでした。薄型っていうところのおかげでですね、人差し指の角度がね、ちょっと無理な角度になりづらくてですね、すごく押しやすかったっていうのと、ボタンの押し心地がすごく軽くなっていたのでですね、そちらもすごく良かったですね。全くですね、黒持ちでね、遊ばれる方でもですね、普通に背面ボタン使って遊ばれる方でもですね、どちらでもバッチリと使っていけるような、隙のないっていう感じですかね。本当に理想的な、コントローラーになってるんじゃないかなっていうふうに思います。どうでしょうか。打っている感じですね。特に反応曲線いじらなくてもこれだけ当てていければ文句ないんじゃないかなっていうふうに思いました。でですね、設定ソフトの方ですね、ちょっと手持ちでね、片手でカメラ持って片手でマウス操作っていうことでね、非常に見づらくて申し訳ないんですが、まずね、こんな感じでプロファイル4つ設定できますよとか、ファームウェア更新がこちらのソフトでできますよとかですね、そんなところわかります。で、接続モード、はい、ダイレクトインプット、X インプット、スイッチっていうね、3種類ありました。で、ポーリングレートの方もですね、250、500、1500、2000Hz っていうね、ところが設定できます。
はい。で、バッテリーモード、スリープモードですね。で、デバイスのキャリブレーション。で、スティックのキャリブレーション、トリガーのキャリブレーション、ジャイロのキャリブレーションっていうこの3つがしっかりできるようになっていました。スイッチモードで接続できてジャイロのキャリブレーションができるっていう製品意外と少ないので、このあたりもね、相当いいかなっていう風に感じたところです。はい。で、製品マニュアルっていうのが表示できて、最後ですね、コントローラー初期化できるっていうところもポイントかなと思います。はい。で、プロファイルの設定を編集っていう風にするとですね、このようにプロファイルの設定、いろいろ変えることができます。まずはですね、プロファイル名と LED の設定ですね。常時点灯、ブリージング、オスト点灯っていう3つのモードがあったりとか、カラーも自由に決められて、明るさも変えられます。で、はい、ボタンの方の設定ですね。こんな感じで、コントローラーの設定が、ABXI ボタン、十字キー、バンパー、LTRT、スティック押し込みとかですね、メニューシェア、ビューまで設定することっていうのができるようになってました。その他に機能設定っていうところでですね、プロファイル切り替えボタンにしたりとかですね、キーコンフィグ設定ボタンにしたり、とかですね、そういったちょっと変わったね、ボタンに設定するっていうこともできるようでした。はい。で、キーボードも一通り設定することができるようになってます。Windows のショートカットキーに設定することもできるみたいでですね、スクリーンショット、録画、エクスプローラーとかタスクマネージャー開くボタンにしたりとかですね、このあたりですね、Void Genesis にはですね、ファンクションキーがあるので結構これ便利だなって思ったのは、タスクマネージャーを開いたりとかですね、デスクトップ表示とかですかね、ちょっとね、遊んでて、やべえ見られたらまずいみたいな時にデスクトップ表示するといいんじゃないかなっていうふうに思いましたね。F1 から F4 までのキーがね、ついてるっていうのはね、意外とこういうのを見ると魅力的だなっていうふうに私はちょっと思ってしまったところですね。はい。で、マウスのボタンとかですね、スクロールから、ボタン、各種ボタンとかですね、ホイールボタンも設定できるというところで、ここのあたりはね、過不足なく設定できるかなっていうふうに思います。で、後でね、聞いたところによるとですね、スティックの押し込みとかですね、そういったところの無効化設定っていうのもできるっていうことでした。で、連射機能の設定とかができるっていうところとですね、あとはですね、ファンクションキーに関してはですね、こんな風にですね、ワンタップ機能っていうことで、音楽のね、再生系のボタンにしたりとか、音量調整ですね、そういった設定っていうのもできるようになってます。はい。電卓開いたりも簡単にできるってことです。で、F1 から F4 のキーに関してはマクロっていうのも設定することができるようになってました。はい。マクロに関してはですね、32ステップまで、記録ができるっていうことになってました。実行方式もホールドとね、スイッチっていうね、2種類しっかりと、設定ができるっていうことですね。なんでこのあたりもね、バッチリ使っていけるかなっていうんで、MMORPG とかでね、これ使いたいという方はね、F1 から F4 のキー非常にいいんじゃないかなというふうに感じました。で、あとはですね、同時押しですかね。3ボタンまでの同時押し設定っていうのができるようになっていたっていうところになります。はい。で、スティックの方の設定ですが、左スティック、有効か無効かっていうことも設定できたりとかですね。スケーリング形状、アウターデッドゾーンの形が四角形と円形っていうのが設定できたり、ステップセルの方ですね、こちら32、64、128、256っていうね、各段階設定できるようになってました。巡航に近い感覚にしたければ256っていうね、設定がいいのかなっていう風になってくるところなんですが、触ってみた感じですね、32でもね、ステップ精度はいいかなっていう風にこのコントローラーに関しては思いました。ややですね、32の方が感度が高いような感じがするっていうところでですね、デフォルトの感度だと32っていうのがね、割と感度がちょっと早めになっていいかなっていうところですね。で、こちら動的フィルターなんですが、このようにですね、動的フィルターマイナス10にするとスティックが勝手に震えるような挙動をします。この設定ね、めちゃくちゃいいかなっていうふうに思ったところですね。実際触ってみるとですね、動的フィルター0よりもマイナス10の方が私の感覚ではね、APEX での当て感相当上がるような感覚がありました。
やっぱりフィルターするとどうしてもね、遅延が増えたりとかですね、入力の細かい入力っていうのがね、切り捨てられたりしてしまいますが、かなりね、ダイレクト感ある操作感に動的フィルターっていうのをね、マイナス10にしてあげると、なってきてですね、めちゃくちゃ当たる感覚がありました。こちらはね、他の、メーカーさんだと、安定化係数とかね、言ったりするものになりますね。マイナス10非常におすすめの設定でしたね。で、感度の設定、リニア、クイックスタート、インスタント、スロースタート、スムーズスタート、カスタムっていうね、この6つから選ぶことができて、カスタムだと自分でね、3つの点で自由に設定ができるということで、こちらもですね、文句なくいいかなと思いますが、今回ですね、東京ゲームショウの時点ではですね、この各点の位置ですね、X が何で Y が何とかね、そういった数字が出てこなかったです。これについてもですね、現在実装中ということでですね、改良されるっていうことなので、リニア化設定の共有とかもね、しやすいかなっていうふうに思いますね。そんなわけでですね、今回のね、私のこのボイドジェネシスでの好みの設定っていうのはですね、スケーリング形状四角形で、ステップセット32、動的フィルターはマイナス10にするっていうね、もちろんデッドゾーン系中心とエッジ両方とも0ですね。で、カスタムカウントに関してはリニアのままで使うっていう形でですね、東京ゲームショウでは遊んできました。はい、続いてですね、ジャイロスコープの設定っていうのもできます。こちらですね、よくある設定というのは一通りできるようにはなってたかなと思います。で、続いてトリガーの設定ですね、デッドゾーンの設定ができたりとか、あとはね、こちらもですね、バッチリとアナログトリガーの感度の設定っていうのができるようになってました。本当に素晴らしいですね。はい、文句ないかなっていうんでね、設定ソフトウェアに関しては以上ですね。でね、好みの設定に変えてからですね、射撃訓練場をさらに打ってみました。相当ですね、当てやすくなったかなっていう感じがしましたね。こんな感じでね、近距離も当たるし、中遠距離も当たるし、で、個人的にはね、トップクラスに当て感高い方のコントローラーになっていくんじゃないかなっていうふうに感じたところです。今回残念ながらですね、格ゲーの使用というのはできなかったんですけど、Apex Legends での使用した限りですね、本当に素晴らしいコントローラーになると思います。非常に楽しみにされている方たくさんいらっしゃるみたいでですね、私も X の方のコメントでですね、楽しみだなっていう風にね、いろいろ返信いただくことも多いんですけど、私も本当に楽しみです。はい。ぜひですね、こちらの動画参考になったなと思ったらですね、高評価とチャンネル登録の方もしてね、ボイドジェネシスとかね、コントローラーの最新ニュースの方も追いかけていただけたらなと思います。よろしくお願いします。私もですね、初めて TGS2025 にね、訪問させていただいてですね、いろんな話をですね、人と人ですね、対面で、話させていただいて、すごくね、楽しかったですね。今回ですね、実際、対面で聞いたからこそですね、どれだけボイドジェネシスの開発にね、本気で取り組んでいるかっていうね、ところですね。命がけって言っていいようなね、本気度でね、取り組まれているっていうようなことが本当にね、心から伝わってきたりっていうところもあったりとかですね、しました。やっぱりこういうね、リアルなイベント、オフラインイベントっていうのはね、すごくですね、伝わってくるものがあるなっていうふうに思ってね、すごく楽しかったなっていうね、そんな感じがしました。ますますこのね、ボイドジェネシスだけじゃなくて、このアンドゲーマーさんっていうね、メーカーさん自体にもすごく注目したいなっていうふうに思わされた展示会でした。はい、以上ですね、モノルーでした。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。